こんにちは。今日はこの接ぎ木の五葉松の手入れをしようと思います。これはなかなか葉性のいい、葉性良さげなやつですよ。品種は忘れてしまったんですけど、この前台木のこのちょんまげ切って古葉も整理しておいたんですけど、そうするとまた形をちゃんとやりたいなっていう気持ちになってきたんで、その作業ですね。枝も切ると思うので、未生でまあまあ太くなってきたこの黒松に、切った枝をまた新しく継ぎたいなと思ってます。五葉松の接ぎ木は3年ぐらい前に初めてちゃんとやったんですけど、ちゃんとついてますよ。丸高さんのチャンネルで紹介してくれてる横枕さんの仕事を真似してちっちゃい芽を継いだやつで、これ3年目なんですけど、この動画はまた別で気が向いたらやりたいなと思うんですけど、今日はこっちの方のね手入れです。はい、こんな感じですね。そうですよね。どうするかですよね。この枝、ここにある枝をぐっと下げて、これも下げるけど、高さ的にちょっと段を作って、この辺で作って、後ろ枝候補があるので、これは後ろ枝にいずれ使うとして、芯はこれ後ろ側にやってるやつを前に持ってきて、これもちょっと使うっちゃ使うというような感じかなと思います。で、この辺についでもいいかなと思ったんですけど、これ文人でいいかなと思うんで、これはこれでやっていこうかなって思ってます。よし、じゃあ針金刃かけていくかね。の前に枝をちょっと切っておきます。これがいらん。はいはい。こんなもの、もしかしてこんなもんか。あれ、この枝を使うことになるな。水につけとく。あれ、みんな選挙どうします誰に入れる？どこに入れるかね。はい。ちょっと雑念が多くてすごいあんまり上手じゃないんですけど、これで曲げていく。これね、ここはグッといくよ。絶対これじゃ曲がらないな。これのねぶっ刺して通します。ゴムをつけて上げる感じですね。この辺でグリグリグリっとやってと下がってきます。下がってきますんで、締めてね下げる感じですね。あと落ち着いたらさらに下げ締めるっていう感じでしょうか。でこれをちょっとこの辺でキュキュッてやったら頭っぽくなる時間ができるかな。はい、こんな感じです。はい、気になるのがこっちでなんかやじろべここね缶抜きになってて、ただのなんかおとなしい子になってるんで、ここをね切っちゃってもいいんかなと思ったんですよ。切ろうかな、どうしようかな。もう切ろうかと思ったんですけど、一応保留短くしとく。はい、このくらいの角度にして枝を振る感じでやりました。下に向いてる枝はこう針金で下からすくうように最後始末をして、ちょっとね上に起きるように目が上を向くようにしてみたりとか、下の葉っぱを取ってみたりとかして棚ができるようにした感じです。で次の動画ではこの切った枝を目継ぎしたいと思います。ここから取った枝で、五葉松の目継ぎをしていきたいと思います。で台木はこちら2生して何年か経ってるやつ、ミニ盆栽としては太さはもうこのぐらいでいいかなと思うやつがあるので、これに剪定した五葉松の芽を継いでいきたいと思ってます。こういう台木です。上書いて角度とかちゃんと見た方がいい気もするんですけど、ちょっと工程を省いてこのまま使いたいと思います。でまずはいらない枝をね、下枝とかは邪魔なので取ってちょんまげだけ残しておきます。この辺もいらんかな。この辺の樹勢のバランスはいきなりたくさん取りすぎたら台木が弱っちゃうし、でも残しすぎたら穂木の方が弱っちゃうしってことで、なかなかバランス取るのが
難しいんですけど、こんなもんでいいんじゃないでしょうか。ちょっとあと葉っぱ買って、そしたら幹を今度はきれいに掃除しておきます。でそしたらちょっといろいろ怒られちゃうんで、指サックでねちゃんと保護して、出ますよ、やってますよ感を出してちょっと下枝、弱りやすい下枝はちょっとしっかりめのやつを使おうかな。これ芽が3つあるし、グッと切ります。でちょっと切り返して、こんな感じでしょうか。芯の形成層みたいなのも見えてますね。多少この辺ぼっ壊してもいいんで、やりやすい環境を作って、この角度でググググググでちょっと角度変えてグググググググちょっと広げてしっかり差し込む。はい、こんな感じで少し真ん中じゃなくて横にずらすというか、形成層同士がくっつくように接着しました。で前は私はそういうのはあんまり気にしないで真ん中に刺してたんですけど、それでもつきました。ちょうど良かったんでしょうね、つきどころが。細い針金で押さえて動かないようにします。これはやっぱ熟練なので、私はもちろん下手くそですけど、目的は達成できるようにね、ちゃんと押さえて作る。今これで3目つけました。2個目の苗も、3つついておきました。そしたらね、ちょっと先に本当はやっときたかったんですけど、室代わりのビニール保護をしたいと思います。で縛ります。で3年前ぐらいに公開した動画のコメントに同じような質問が結構来てて、それをちょっとそのまましてたんですけど、枝を継ぐ時に幹に切り込みを2回入れてたんですよね。これは私が横枕さんの仕事を真似してやってるっていうのが一つ大きいんですけど、あんまりねポンポン聞くのも失礼かなと思って、特にその理由をはっきりと聞いてはないです。丸中さんの接ぎ木動画をしっかりと隅から隅まで見たら、もしかしてつぶやいてらっしゃるかもしれないんですけど、目がすごいちっちゃくて細くて潰れやすいので、2回切り込みを入れることで潰れにくいようにしてるんじゃないかなっていう、そういう仕事をされてるんじゃないかなと思ってます。